ハロー漫画先輩カムヒアニューイヤーも漫画を with me レッツ漫画。じゃあ今回は何やるのかな今回は前のジョシュアの原作の続きですね。作品のですねイラストですね、はい、もうなんかとにかく気に入らなくて辛いと。なるほど。で前回はその線画の部分まで直したんですね、そうだね、覚えているかな、はい、ジャパニーズには忘年会というのがあってね、ジャパンの人たちは1年に1回最後に全てを忘れることにしている。I forget all それで今リメンバーしたところだ。どうしてみんなもリメンバーしてレッツトライ。ではですね、やっていきます。元が送ってくれたジョシュアの送ってくれたやつはこれだったわけです。別にね、全体もいい感じにできているんですけれども、それをね、さらに理想的なものにするにはどうしたらいいのかというのをレッツトライ with me。さあ、じゃあね、多分僕今背景バックグラウンドを消しました。そしてジョシュアから送られてきたレイヤーが難しすぎた長いよって思ったのでですね、これをちょっと整理したっていう感じです。これね、ジャパンのみんなにもね、おすすめなんだけど、別におすすめじゃなくてこれ自由なんだけど、ナイスインフォメーションとしては、これね、日本語でね、ホルダーの名前書くとね、結構大変だと思うのね、レイヤーの名前。かといってレイヤーの名前を書かないと大変わかんなくなるんで、僕はね、もうこれね、SG とかですね、線画とかの略ですね、もう KM とかこれはね、紙の略ね。っていう感じでですね、自分がかろうじて判別できるぐらいの短い、アルファベットでね、入れておくと、I はこれは目の目ですね。とかですね、FK は服ですね。という感じでですね、分かりやすくなるんじゃないかなと思っていて、こうやって、分かりやすくホルダー分けなどをすると作業効率が良くなると思います。さあ、そして今回はね、多分一番シンプルないわゆるアニメ塗りみたいなものをやっていくことになると思います。で、アニメ塗りって確かにね、習得できちゃうと凄まじい速度でカラーがメイキングできるので、カラーイラストイズファーストタイムなので、できるといいんじゃないかなと思っていて、で、シュはもう全然よくできてるんだけど、アニメ塗りをやるときのポイントは、多分、サイドの調整だと思うんですよね。サイド上げてもいいんだけど、上げてるところとサイドを落とすところは落としてあげないと、ギラギラしちゃうんだと思っているんですね。なので、多分ね、今ちょっとね、髪の毛とかは別に鮮やかでもいいんですけど、他の小物とかの部分とか、影が落ちてる部分っていうのをもうちょっとね、サイドを落とすところも考えてあげると、だけで良くなると思います。サイドって何？サチュレーションを、まあ、トゥービビットを避けるってことです。じゃあいきます。髪の毛からやっていこうか。髪の毛は紙ですから KM ホルダーに入ってるわけ。このなんかライトとか当ててるっぽいのを一旦全部通していきます。ここがね、こういうのもね、だから紙影なので、紙影みたいな感じでですね、KMK ですよね。っていうとですね、わかりやすくなるんで。そして、多分ね、これね、This is just yours 構成なんですけど、僕はね、これね、通常モードで塗っていく方がやりやすいんじゃないかなと思っています。それはどういうことかっていうと、乗算モードでね、影を塗り込んでいく人も結構、まあ、それやりやすい方でいいと思うんですけど、乗算モード、乗算って、なんていうなんとか。よし。色を、自分が選んだ色が塗れないんですね。当然。自分が選んだ色と元ある色にプラスした色になるわけです。ここに表示されるのが。そうするとね、これは色の感覚をつかむのに僕は少し練習になりにくいんじゃないかなと思っている。プラクティスにならない。それはなんでかっていうと、自分が選んだ色がそこに置くとどういう効果があるのかっていうのをもっと体感した方がいいんじゃないかなと思っていて、毎回こう塗って初めてこの色になるんだとかやってる場合じゃないみたいなね、のでまずはもう通常モードにしちゃうといいと思う。ちょっとじゃあまず通常モードにした上でちょっと色調構成をかけちゃってちょうどいい色にしましょうか。ひとまずね。で、
あとは、まあ、色は後でも調整できるので、まずは形からいきましょうか。っていくんですけど、これね、早くやるにはね、こう、みんなさ、いいタブレットを使っているかい？いいタブレットを使っているとですね、ここが多分スーッと綺麗なラインが引けると思うんですけど、僕使ってるのはそんなにまあ良くもない、まあワコムのトーンなんで、まあそれもいいと思うんだけど、結構とんがった方が綺麗なんですよ。こうやってこのラインのここが丸いよりは鋭いシャープな方が良くて。で、それって一発目のラインでこう引くのって難しいと思うんです。なので、引いて消して整えるっていうのが多分早いよ。これはね、私はですね、アシスタント先でですね、ひたすらカラーをやっていたので、もう爆速でカラーを上げていかなくちゃいけないんですよ。その時にですね、もうね、タブレットの性能とかうのに言ってられないので、こうやってザクザク塗ってこうやって、こういう感じでですね、ザクザク塗っては消してって言って、こうとんがった感じを表現していくわけです。っていうのを繰り返して。で、あとは、そうだな、ここでどんだけ細かくその立体感を出していくか、立体感、そこに物があるのをですね、3D にしていくわけです。光とライト&シャドウを駆使して、ここに立体だったらどんな影がつくかというのを考えると、共に together 質感ですね。髪の毛の質感とかも加えていく。髪の毛がどういう風な質感で入っているのかっていうのと立体感を考えてある。で、ここら辺はもうね、ほんとね、自由ですよ。もう好きなように入れてくれと。で、細かくなるとなるほどなんかこう、凝った絵に見えていくと思うな。ざっくり大きめに入れたっていい。速度が求められるときはもうほんと早めにザクザク大きく影を取って入れちゃう。本当にそのアニメーションのね、影とかだともっとこんな細かく入れないよね。もっとすごいざっくり入れちゃうと思う。ざっくりっていうのは大きくっていうことで、まあだから本当こんな感じ。一筆で終わらせちゃうみたいな。ブラシストロークを一筆で終わらせるみたいな。こう大きく取って、もうこれで終わりみたいな。でも、まあカラーイラストで考えればもうちょっと手を入れて細かいディティール、そもそもディテールは細かい細部っていうじゃあディティールをですね追加していってもいいだろう。細かいところを見ながらも全体としてのね影のバランスも見ていかなくちゃいけないからちょっとむずいよね、こういうのね。大きく見てここら辺に影が入ってちっちゃく見ても綺麗になる。なんでね、これ僕はもっとね、ブラシの設定を詰めたい。もっとね、多分ね、やりやすく、スッと綺麗に一発でね、綺麗な線が引けるような設定をきっとできるはず。今ね、これ僕が調整しきれてなくて、ちょっとね、なんかこのブラシストロークに手間取っちゃうんだけど、本当はもうちょっと思い通りの線が引きたい。それは筆圧パンチとかいじって、そうだね。綺麗に抜けるようなブラシが良いということですかね。そんな感じです。あとはもうそもそもブラシサイズとか、どれぐらいの太さで描くのが一番やりやすいのかなとか。フォトショップの性能が上がった時によってね、こういった変でやめかだよな、なんか傾き感知とかするから、CS6 ぐらいの時一番やりやすかったんだけどな。もうあとは、もうだからこうやってもさ、先ほどとんがんないんですよね。これはきつくて、でも多分これって、もうちょっと設定を詰めれば、もうちょっとスッと一発でいい線がね、これなんかこうなるじゃない？これ辛くて。いやでもそうなんですよね。普通に自分でアニメ塗りやろうと思うと、そうなるんですよ。なるか。なっちゃうんだよな。なっちゃえばもう整えていくって感じなんですかね。そう。で、これは個人のやり方だと思うんですけど、だから私はこのサイドスイッチに消しゴムを当てないとこれはできないんですよ。もうだからこうやって書いて消すっていうのがもうセットなの。もうそれが速さのポイントだったんですよ、当時仕事をした時に。なるほど。書いて消すっていう、これでもう一筆というか、書いてサイドスイッチをして消しゴムにしてシュッて消してるっていうその通りです。これがもしかしたらまあもしやりやすい人がいたらそれでいいんじゃないかな。私本当僕は爆速で塗らなくちゃいけなかったんでね、多分結構効率的
やったと思いますよ。影にするときはもう大体に影にしちゃうとよくて。いや、それにしてももうちょっと止まってほしいんだよね。そうしないと描きにくいっすね。あんまりちまちま入れすぎても微妙だし、大きく見つつも、先っぽはちゃんとこう先っぽの始まりから作ってあげる。もうかけると嬉しい。これはですね、もうね、耐えられない人はですね、もう新しいそのテレコマコムの新規プリロックとか出たんでね、前回もですけど、そういうやつでやるといいんじゃないのかな。こういうところがスッとしてなんだけどね、そうですね。俺じゃないんだよっていう。レーサーでね、こっちを整えると、はい。あとはそうだよね、そうよと、あなた先輩よと、どこをこう影にしていってるのだ、あなたはと思うと思うんですよね。で、そこはですね、結構どこに影が入るかなってことはもうどこでもよくて、それはなぜかというと、ここの絵の中に、このピクチャーの中にどっから光が当たってる、どういう状況で光が当たってるのかなっていうのはわからないので、もうこんな風になんかもう綺麗な形でいいんですよね。ここの中に綺麗な形が見出せていけるんだったら、もうそれで全然 OK だ。だからある程度嘘ついちゃって、なんだけど大事なのは一体感だけは意識して一体感という感じ。アニメルとかって大体そういう感じになるけど、立体感を意識って何ってなりませんか？なりますよね。多分こうやって僕は見てる中で、なんでこうやってちょいちょいこう手を直してるかっていうと、今のところとか書き直したかっていうと、パッと見て平面に見えるなみたいな、こう板に見えるなと、ボードフィーリングがあった時に、もうちょっとこれ丸いだろみたいなね、サークル回り込みをね意識してほしいな。これも塗ってなんかおかしかったら直すようなことですかね。それでいいと思います。そうやっていくうちに、多分一発で綺麗な形が描ければいいし、描けなければ何でも直せばいい。で、多分だけどね、今ね、もう髪の毛とかも本当こんなもんでいいと思うんですよ。あいつこんなもんでいい。それで十分であると。それで十分であると。いなくてそう。で、多分問題は、今ね、なんかここで、それでもガチガチするなって思うのは、ここの王冠とかのサイドが高いからなんですよね。クラウン、ビビットがプロブレム。で、多分こういうところがね、落ち着くだけで全然 OK 動いた。本当にこの色だけ取っていいんですよ。こういうところはですね、意外と渋い色でもいいと思うんですよね。人物を綺麗に見せるためには。結構渋めの色でいいと思うんだよな。ただ後でね、色合いの調整をするけど、もっとあと薄い色かな。やっぱね、みんなね、結構サイドを高くしすぎるんですよね。2ビリットが結構問題になるので、意外とサイドを落とした方がいいっす。こんな色みたいに思うぐらいでよくて、なんかね、今こんな色って思うと思うんですよ。こんなに暗いみたいな。で、あとは、これいろんな方法あるんだけど、バリエーションウェイがあるんですけど、How to が。例えば1個あるのは、今塗ったこれをですね、こうやって、例えば、こんなものをいける。こうやって、わーで、こうやっ
て、ココナックナットの洗濯範囲を作って色調補正で。その通りです。それで言ってくれた、ね。っていうような方法もあるし、まずクイックマスクにして、その上で選択して、グラデーションをかけて、クイックマスクを解除し、色調補正をかけるとかね。いろんな手段がやり方があるよね。フォトショップはね、あれもクリックスタジオもそうかもしれないけど、選択範囲の使い方が全てですよ、大体。で、ちょっとこう、つけて、そして、グラデーションもね、あんまり対応しなくていいと思う。グラデーションってね、今これ金だからこれでよくて、金とかね、そこのところが、足とかタイツの表現とかでもいいけど、あんまりこう、ギラッとグラデーション効かせすぎるとね、微妙になるんで、古くなる、すごく気をつけようね。ハイライトなんですよね。ハイライトとかでね、ハイライトとかの表現にですね、あんまりここにサイドがなくてもそんなに気にならなかったりすると思うんですよね。金属なんでちょっと強いコントラストが一瞬入ったりするとか、何を言いたいかというと、あんまり小物に強いサイドを与えない方が逆にいいぞみたいなことが言いたいだけだ。これは小物のサイドが高すぎても人物より目立っちゃうからみたいな。そう、人物よりも目立っちゃうし、やっぱりガチャガチャする。ガチャガチャする。落ち着かなくぶつかり合うコンフリクト。何と？人物のビビット同士で。だから多分これもね、今こうやって書いたけど、もうあとね、緑とかここら辺が強いんですよ、多分。緑が落ち着くだけで全然違うと思う。落ち着いたいい色。いいかもしれない。これだけでないですかね。あと、ここら辺とかやっぱりちょっと濃いんですよね。こういうのをちょっと思い切って、ちょっと暗めの色にしてるとかだけで、結構違うんじゃないで、だから全体としてのビビットゾーンをどこにしていくのか、あんまりビビットを入れすぎるとってこと。そして、もうちょっと髪の毛調整しようね。で、髪の毛ってなんだかんだ言って画面の中でビッグスペースを取ることが多いんですね。で、ビッグスペースをフラットに塗っちゃうと、それぺったりしちゃうんですよ。なので、ビッグスペースがあるところに関しては、ほんのちょっと色のグラデーションをつけてあげるといいかもしれない。なので、例えばこれもクイックマスクそしてじゃんを押してクイックマスク解除で基調補正でちょっと暗くして色相をねちょっと変えてあげるとね深みが出ます。色相カラーヒューでこれを変えてあげるとちょっと色に深みが出る。元の色から色相をずらすそう色相をちょっとずらしてでどっちにずらすかっていうのは自由なんだけどなんかねこれはね自由じゃねえなあるんですよね。黄色だったら赤系に寄せた方が多分綺麗になることが多くて多分それは黄色と赤だったら黄色と赤の距離の方が近いからじゃないかな。黄色と青より黄色と青よりでだから色にほんのちょっと近い方の色でかつそもそもの明度が低い色を選んでいくといいかもしれない。これ何言ってるか全然わかんないだよな。若干赤に寄せて明度を下げてるってことです。そうですね、その通りです。調整してちょっとさすがにあれだね、金髪がメインにしてはちょっと茶色入れすぎたね。ちょっとじゃあどうしようかな。もう一段入れてもいいけどね、ライトを
ノーマル、ダークの3段階にしてもいいんだけど、3段階にしすぎるとね、若干ね、こってりするんですよ。重すぎる。すごいアニメしくなるんですよね。なので、まあ今だったら2色ぐらいでいいんじゃないかな。2色の中でグラデーションつけてあげるとかの方がいいが。でね、これほんのちょっとでいいんですよ。気づかれないぐらいでいい。意外とね、みんなね、見てみるといいよ。上手い人の絵。ほんのちょっとわずかのグラデ色の違いがあったりするからね。同じだろって思いそうなぐらいの違いしかない。でもそれがいい深みになってたりする。この金の部分もそう。ほんのちょっと、そう、このぐらいでもいいよね。やっぱりなんかその、彩度が高すぎるとね、思ったより彩度が高くなくて、もういいよ。でもまあ。あとね、やっぱハイライトなんですよね。ハイライト、本当はね、一番最後にやるもんだけど、今もうやっちゃうと、最後にハイライトがこう入るだけで、全然、この仕上げ力ですよね。このハイライトがいかにこうかっこよく入るか。かっこいいハイライトをどうやったら入れられるんですか？そうですよね。かっこよくってなんやねんってなるよね。かっこいいハイライトをですね、まず多分入れすぎない。なんかね、昔こんなのが流行ってね、こう、スーっていう、なんでもいいんですよ、別に。なんか流行りしたりがあると思う。これもうない、消えた。こんなのとか昔あったんです。早いし、それなりに見えるみたいな。こういうさ、昔ジャパンのさ、ベタツヤベタっていうのもありなんだけど、これやるとやっぱりちょっともう今古くて、僕が今よく見るかなと思うのは、わからない。ちょっと僕も最近カラーイラストをちょっと注目してきてなかったから。でも、割とこの端っこにこだわって、端っこだけ結構造形を意識して、ここの端っこのシェイプを意識して、このライト側の結構細かめの、これも増えるかもしれないんで、なんかなんかね、やっぱりみんなね、カラーイラストを楽に綺麗にっていうのをね、みんなずっと追求してると思うから、やっぱりこうやってさ、スッて入ってるぐらいが楽だし、綺麗なんですよ。1本入るぐらいで終わらせて。なんとかね、自分のあれだな。ちょっとぐらいがやっぱり強いのだったりとか、これ入れたのとかもなんでな理由が。理由がない。入れた方がかっこいいかな。さあ、で、大体もう、まあ今回はここまででいいのかなと思っている髪の毛編、シリーズヘア。もうあと多分、次にじゃあちょっとまた今度は肌色、体編をやって、全体を整えれば、いいんじゃね？見ると、だいぶ違うでしょ？そんなに難しいことをしてないんだけど、ほんのちょっとしたこのグラデーションとかが、ね、結構いい味を出すと思わないね。あとちょっとしたこの、ここが細かくなっていく、ここに表情が細かくなっていくほどいいバランス見つけてくれ。自分のそのお仕事の範囲内でね、今回のイラストがどれぐらいのクオリティが求められるのかと。以上になる。はい、今回は。じゃあまた次は、ボディ&仕上げ編です。じゃあまたね。さあ、じゃあというわけでもう画面右下に登録ボタンがあるので、ぜひ Please push me ではない。そして、あとはスマートフォンの場合は下に赤いボタンがあるよ。いろいろ質問あったら何でも聞いておくれ。僕は何でも答えていくのと、2019年2019におきましては、僕はみんなにですね、いいジャパニーズレッスンをお届けしていきたいと思うので、待っててね。Please wait me. またね。